はい、健康生活チャンネル理学療法士の海老原貴弘です。今回はですね、誰でもすぐに自律神経が整う20秒呼吸法についてお伝えしたいと思います。で、あなたは自律神経を整えたいと考えたことはないでしょうか？自律神経が乱れてしまうと、例えばですね、痛みがめちゃくちゃ強くなってしまったり、呼吸が難しくなってしまって、息が吸いきれなくてね、苦しくなってしまったりだとか、ひどい場合だとパニック症状が起こってしまったり、あるいは不安や焦りなどの感情の乱れがですね、出てきたり、ストレスが強くなってしまうなどの様々なデメリットがあるんですね。ですから、ぜひですね、自律神経を整えていただいて、このような症状をなくしてほしいんですが、じゃあですね、自律神経の乱れをですね、根本的に解消しようと思うと、これですね、私の以前の動画でもね、お伝えしましたが、結構大変なんですよね。でもなんだったらね、もう今辛いから今治したいっていう方もね、結構多いと思いますので、今回はですね、誰でも簡単に今すぐ整う20秒の呼吸法をお伝えしたいと思います。もうなんだったらね、10秒の呼吸法であっても、この方法を行うことでね、自律神経が整って症状を軽くすることができるんですよ。で、これはね、誰でも簡単に行えて、しかも効果がね、ものすごいある方法なんですよね。ですので、自律神経の乱れをですね、すぐに整えて、症状を改善したいという方はですね、ぜひ最後までご覧いただいて、今日から実践してみてください。この健康生活チャンネルでは、健康美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、今後の情報もお見逃しがないように、ぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。で、またですね、今回の内容は全部字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってください。ということで、誰でもすぐに自律神経が整う20秒呼吸法についてお伝えしたいと思います。で、これはですね、簡単に自律神経の乱れを整えることができる方法なんですけども、完全に治す方法ではないんですよね。その点は注意してください。で、先ほどお伝えしたように、自律神経失調症のように、自律神経の乱れをですね、根本的に改善するもの、その自律神経の乱れのですね、原因があるものについてはですね、その根本的に改善するためには、その方法がですね、複数必要で、その方法についてはですね、私の以前の動画、自律神経症状の4つの原因と治し方という動画で詳しくお伝えしていますので、今回はですね、すぐに自律神経を整える方法とともに、あとですね、こちらの動画も下の説明欄にあるリンクからご覧になってください。で、じゃあですね、自律神経の乱れって一体何なのということをね、知らない方も多いと思いますが、自律神経というのは、交感神経という神経とですね、副交感神経という2つの神経からなる体のバランスをとっている神経になるんですね。で、この2つの神経が働いていることで私たちは生きていますし、体調よく過ごすことができているんです。で、この2つの神経の働きはですね、例えば、運動とかね、緊急時などでは、交感神経が働いて、心臓の動きが活発になって全身の血流量を増やすことでとっさの対応にね、とっさの動きに対応できる備える体制を作ることができますし、運動中にはですね、消化活動や排泄などは必要ないですから、こういった活動はね、抑えめにして内臓への送られるその血流量を減らすというふうにコントロールしているんですね。その代わりに筋肉への血流量を増やして運動を行いやすくするという調節をしているんです。そして反対にですね、そのリラックスしている時には全身の筋肉にはですね、それほど血流量って必要ないですから、心臓の動きはですね、ゆっくりになって、で、こういったゆっくりした時にはですね、その消化活動であるとか、排泄行動であるとか、体の維持のための活動がメインになるんですね。ですから、私たちの体はですね、自動的にこういった活動に合わせてですね、神経の働きが切り替わるというすごい機能があるんです。動く時にはね、その緊急時の時には交感神経で、リラックスする時には副交感神経という切り替えをですね、自動的に行っているんですね。しかしこの自律神経のその切り替えはですね、様々な原因で乱れてしまいます。で、そうするとですね、例えば仕事に行きたいから、その交感神経優位になってもらって動きやすい体になってほしいんだけれども、その時にですね、乱れてしまって副交感神経が優位になってしまって、呼吸が深くできないとか、体が重いとか、だるい、眠い、やる気が出ないという感じでですね、こういった症状が現れてしまいますし、仕事から帰ってきてですね、その寝るまでには副交感神経が優
優位となってリラックスしてね、そのストレスを解消したりだとか内臓の働きを高めたいところなんですが、交感神経優位になってしまって興奮してしまってじっとしていることができなくて、焦りであるとかその不安が出てきてしまったり、痛みが強くなってしまうなどの症状が現れてしまうんですね。ですから自律神経を整えるということは、この2つの神経のスイッチングをうまくさせるということになります。という前置きをしておいて、今回の方法なんですが、これはですね、ハーバード大学の健康医学研究者であるアンドルー・ワイルという方がですね、20年前に提唱した呼吸法なんですね。で、この呼吸法はその癒しの呼吸法であるとか、くつろぐためのね呼吸法であるというふうに呼ばれています。で、この呼吸法はですね、かなり効果の高い方法ですので、私がですね、病院で理学療法士をしていた頃にですね、理学療法を提供していた時にもね、その時から結構よく使っていた方法なんですね。で、この方法のやり方なんですけども、まずはですね、鼻から4秒かけて息を吸います。1、2、3、4という感じで吸っていくんですね。今吸ってなかったですけどね。こんな感じで鼻から息を4秒間かけて吸って、その次に7秒間ですね、息を止めて、そして次に8秒間かけて口をすぼめながら、という感じで息を吐いていく。こういった呼吸法なんですね。このようにですね、やり方はとても単純な方法になります。ただ注意点がありますので、この呼吸法をですね、ぜひこの動画をご覧いただきながら、繰り返し行いながらね、ぜひ聞いていただきたいと思います。4秒間かけて鼻から吸って7秒間止めて、口をすぼめながら8秒間吐いていく。これを繰り返しながら聞いてください。で、まず息の吸い方なんですけども、この際にはですね、胸で吸わずにお腹で吸うということが必要になるんですね。で、これがですね、俗に言う腹式呼吸なんですが、このやり方の腹式呼吸の方がですね、より多くの息を吸うことができるんですね。ですから、まずはですね、お腹に手を当てていただいて、こんな感じでね。そして、この手をですね、押すように息を吸っていきます。4秒間かけて鼻から息を吸っていきますね。なので、っていう風にお腹が膨らんできて、そして7秒止めて8秒吐くっていう、手順なんですが、この4秒間かけるときにですね、このお腹が、押すようにですね、この手を押していけるように息を吸っていきます。そして7秒間息を止めますね。で、そして次に息の吐き方ですが、息を吐く際にはですね、口をすぼめて吐いていきます。こうすることで気道にですね、圧をかけることができますので、よりしっかりと吐くことができるんですね。で、この、息を吐く際にはですね、息の強く吹きすぎないように、注意してください。っていう風に吹くんじゃないですよね。その、ろうそくのね、サタンジョメのろうそくの、火を消すわけではないですので、そんなに強く吹くわけではないんですよ。できるだけ息は吐き切った方がいいんですけども、強く吹くとですね、筋肉が緊張してしまって、うまく行えなくなってしまうんですね。ですので、リラックスして力を抜いていただいて行えるようにしましょう。で、強く吹かないとね、息を吐き切らないという方がいらっしゃるんですが、基本的にですね、息の吐く、ということはですね、力を抜くだけで大丈夫なんですよ。で、呼吸というのは、風船がね、その膨らんでしぼむと同じような仕組みでできていますので、息を吸う際にはですね、横隔膜という筋肉がですね、押し下がることで、その陰圧といってですね、その入ってね、風船みたいなものなんですが、この風船を無理やり広げることでね、息を吸い込んでいくんですよ。この横隔膜が、引き下げることで肺が広がって息を吸っていくんですよね。そして、その横隔膜がですね、力を抜いて、で、その力を抜いたらですね、風船が、口を閉じていたのをね、離すように、特に力を入れなくてもですね、自然にその空気が出ていって、その息を吐けるものなんですね。ですので、ぜひリラックスして息を吐いていきましょう。ちゃんと息を吸えていたらね、ちゃんと息って簡単に吐けるんですよね。ということでですね、まずはこの点について私と一緒にですね、注意しながら、3回行ってみましょう。はい、それでは3回一緒にやっていきましょう。4秒間かけて息を吸います。はい、7秒間息を止めます。はい、8秒間息を吐きます。はい、次は2セット目を行います。せーの、4秒間息を吸います。7秒間息を止めます。8秒間息を吐きます。はい、次は3セット目ですね。いきますよ。せーの、4秒間息を吸います。7秒間息を止めます。
はい、8秒間息を吐いていきます。という感じでですね、この呼吸を最低ですね、4回繰り返していただきます。できれば5分程度ね、この呼吸法を繰り返してもらえると、自律神経が整いますので、ぜひ繰り返してみてください。ただですね、中にはこの呼吸法が難しいという方もいらっしゃると思うんですよ。というのも、息をですね、そんなに多く吸えなくて、20秒もね、息を吸って止めて吐いてというようなゆっくりした呼吸が難しいという方がいらっしゃると思うんですよね。あなたもそうではないでしょうか。ですので、そのような方のためにですね、別の方法もお伝えしておきます。で、この方法はですね、もっと簡単です。ただ単純に息を吸うよりも吐く時間の方を倍にしましょうということなんですね。で、実はですね、今回の方法でもですね、4秒間吸って8秒間吐くというふうに、息を吸う時間よりも吐く時間の方が倍になっているんですよ。これを短い時間でも行っていただくだけで、これでも OK です。で、基本的にですね、息を吸う時には交感神経が優位になって、息が吐く時に副交感神経が優位になりますので、吐いてる時間が長いほどですね、副交感神経が優位になって息を吸いやすくなるんですね。で、例えばですね、3秒間息を吸って6秒間息を吐くっていう方法でもいいですし、それでもちょっときついなという方はですね、2秒間吸って4秒間吐くという方法でも大丈夫です。だから2秒間吸ってという方法でも大丈夫ですね。そして慣れてくればですね、4秒間吸っていただいて8秒間吐くと。そしてもっともっと楽になってきたら4秒間吸って、そして7秒間止めて8秒間吐くという、この正しい方法にですね、徐々にステップアップしていただければ理想的ですね。で、この呼吸法はですね、本当に効果が高いですので、ぜひ実践してみてください。で、コツがですね、なかなかつかめないという方は、この動画のですね、呼吸のデモをしているところをですね、繰り返しご覧いただきながら一緒にやってみてくださいね。で、またこの呼吸法はですね、症状が辛い時にね、自律神経症状が辛い時に行っていただいても結構効果があるんですが、できればですね、毎日実践していただいた方が結構整いやすいので、それが苦痛じゃない方はね、ぜひ毎日実践してみてください。で、この呼吸法を考えたアンドルー・ワイルさんという方はですね、これはですね、私が行う施術であるオステオパシーとも結構関連が深い方なんですよ。で、私もですね、その流れでこの方の、知ったんですけども、この方がですね、書いている本があって、この本はですね、ぜひあなたにも読んでいただきたいと思うんですね。これね、とても素晴らしい本なんですよ。で、この本がですね、こちらで、癒す心、治る力という本になります。で、この本はですね、人間が本来持っている自然治癒力を最大限引き出すための、そのために必要なことが書いている本なんですが、健康についてであるとか、健康を手に入れるための方法であるとかについてですね、考え直すこともできる素晴らしい一冊になっていますので、ぜひですね、お時間がある方はこちらの本も読んでみてください。で、こちらの本のね、Amazon のリンクも下の説明欄に一緒に載せておきますので、興味がある方はね、そちらからご覧になってください。で、今回ご紹介した呼吸法は誰でも実践できて簡単なのにとても効果が高い素晴らしい方法なんですね。これを覚えておくだけで今後あなたがですね、辛い時には簡単に楽になることができますので、ぜひ覚えていただいて実践してみてください。私の生誕やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄にリンクがありますので、そちらからご覧になってください。今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。